今回は誠にお疲れ様でした。でこのプロジェクトチームなんですけど、どういうふうに立ち上がったんでしょう。この立ち上げのいきさつなどをお聞かせ願えますでしょうか。はい、1998年2月の中旬に、突然、川崎の清原さんから、以降清さんと言いますけれども、大真工業、渡辺富士夫社長に、電話がありました。頼みたいことがあるとのことです。頼み事、その頼みというのは、1998年5月にオランダのアッセンで今世紀最後のイベントがあるとのことで、そのイベントは世界中のワークスレーサー並びにライダーが集まり、レースをするようです。例えば MV、ホンダ、ヤマハ、スズキ、川崎ですね。ライダーはアゴシチーニ、レッドマン、カベリ、ブライアンズ、フィーリード、バリシーなどワールドチャンピオンが100人ほど出るということです。我が川崎はコーク・バリントンさん、それから我が清さんが出るということです。すごい、これまたすごい規模のイベントですね。その内容というのは、まずお金がないと、お金、2番目に時間がないと、3番目マシンのデータがない、4番部品が一切ないと大変ですね。いうことですね。予定しているマシンは KR250、1980年型と KR500、1982年型で、清さんは何としても出場したいと言われたのです。これでも不可能というしか言いようがないですよね。資金がゼロ、時間が1ヶ月ほど、レストア部品が川崎には一切ない、マシンの数値データもない、この条件でできますか？笑っちゃうしかないですよね、本当に。藤尾は1時間だけ、清さんに考えさせてほしいと電話を切り、私に電話してきたのです。弟さんがね。兄貴、コクいうのは私のあだ名で、こんな条件でできるかと。これはもうね、しばらく気持ちの整理が必要だったんでしょうね。弟に少し考える時間をもらいたいと、10分後にやろうと。やると決めた。誰もできない、またやったことない、仕事は男としてやりがいがありますからね。理解しました。で実際の作業はいつ頃から始められたんでしょう。1998年2月末に川崎から KR250、KR500 が大新工業に届きました。その2台が届いたわけですね。このマシンは、平成7年1月の17日の阪神大震災でかなりのダメージがありました。そうでしたね。作業は3月の初めから、始めましたね。3月初めから。一月というのは実際上なしで、作業は、土曜日曜の8日間だけでした。たったの8日間で作業を完了されたんですかね。そうです。私も弟も仕事を持っていましたから、仕事と土曜と日曜日の朝7時から夜10時まで作業しました。私はエンジン、弟は足回り、外装、そして弟の嫁が朝昼の食事を用意していただいて、夜はパンで頑張りました。強行軍ですね、これは。一切、休憩もなし。休憩なし。ともかく時間がないんですよ。
やしかしとんでもない逆境ですよね。この2つのマシンの状態といいますか、エンジンの状態ってどういう感じだったでしょう。 KR250 の方はウォーターポンプおよびシリンダー、ピストン、リング、ミッションもブレーキ関係も経てダメでした。これ大変ですね。もうびっくりなさったと思うんですけど、でこのモンスターの KR500 の方はどうだったんでしょう。はい、500の方もばらしてみるとクランクシャフトのベアリングにガタがあり、はい、マグネシウムのケースはクラークがあちこち入っていました。ひび割れが認められたということですね。そうです。またあらゆる部品がダメで、それで関西でいうホームセンター、港南ですね。関東地方だったらロイヤルホームセンターでしょうかね。そうですね。にかなりお世話になりました。ということはこの2台のレーシングマシンのパーツをホームセンター港南さんで揃えられたということですね。そうです。ホームセンターで何でも揃いました。これはまさに驚異的なストーリーですね。この年の3月28日にこの2つのマシンが完成したということでしょうかね。そうです。 KR250 と KR500 ともに押し影 2,3 歩で始動、23年ぶりに生き返りました。いや、もうこの時のお気持ちってどんな感じだったでしょうか。いやー、やりましたね。やったって感じで、その時の弟と飲んだコーヒーの味がいまだに忘れません。忘れ得ぬコーヒーの味。弟曰く、コプ、私のあだ名ですね。わしらは偉いなでこの後マシンはどうされたんでしょうか。4月の10日にですね、はい、兵庫県のセントラルサーキットにて、清さんがテスト走行しました。清さんは KR250 はもう文句ないと、会長やと。で KR500 は3速で直線でブラックマークがつくぐらいパワーが出てるとのことでした。タイヤのブラックマークがね、素晴らしいですね。そしてこれらのマシンをオランダ川崎に空輸されたんですよね。はい。でその3週間後にオランダ川崎から国際電話があったと伺ってるんですけど。はい。車検後ですね、 KR500 のエンジンがかからないということが、弟の会社に電話入りました。これは日本では OK だったのにオランダでは始動できなくなったということですかね。そうですね。これは私らの責任がありますんで、急遽5月の7日に実費でオランダ戦に行くことになりました。責任を履行するためにご自分のポケットマネーでオランダまで飛行機で飛んでいかれたということですかね。はい。で5月の8日にオランダに着くなり、レンタカーを借り、アムステルダムからアッセンサーキットに向かいました。そしてサーキットに着き、オランダ川崎の、チーフメカニックのヨウさんから話を聞き、急ぎ作業にかかりました。はい。でそこで原因は見つかったんでしょうか。原因はホームセンターの港南で買ったバックアップ電源の、電池4個が上がってました。1パック105円、2パックで210円ですかね。計8個の、電池を取り替えたところ、すぐにエンジンはかかりました。サーキット内ではギャラリーの方が拍手いただき、はい、KR500 はアメリカ、ドイツ、イギリスから来ていましたが、そこを可能なのは我が KR501 台と聞き喜びました。渡辺さんの KR501 台だけが走行可能だったということですね。そうですね。ご褒美にその夜は清さんから中華料理をご馳走いただきました。現地の中華料理はいかがだったでしょうか。いやー、北京ダックが最高でしたね。いやー、よろしいですね。6 by 16 points from Mamola. Mamola second and Roberts third. there are 28 laps and that's 82 miles over this circuit. Extremely hot. The man with the Union Jack who is going to start the race is standing in front of the riders. He's starting to walk slowly back across the circuit now
up into the right, up into the starters rostrum. All the riders are off their machines, most of them on the left-hand side to push. In fact, all of them, just one rider on the right-hand side of the machine to push. They're straining now, they've got the front brake on, they're leaning on the handlebars to get the weight pushing forward. The flag goes and away. Now, Crosby has got a superb start. Graham Crosby in pole position, and Freddie Spencer has got the Honda firing well, and it's Kenny Roberts second, and Barry Sheene third, and Marco Lucinelli in fourth position. Number 4 is Crosby. Graham Crosby, the New Zealand rider on the Works Suzuki, leads Kenny Roberts, the world champion, as they go round the left-hander at Maggott. Now up into 6th gear, down towards Beckett's, where they go right down through the gearbox into second. Over 8,000 RPM, round Beckett's, and it is Crosby leading Roberts, leading Sheene in 3rd position. And in 4th position it's Marco Lucinelli, and you see them back to the right and the left, and now they go down the Hanger Straight with Crosby, Roberts, Sheene, Lucinelli, Mamola, and then Paul Ballington on the Kawasaki. From Stowe up to Club Corner. From Club up to Abbey. It's 5th gear and up to 135 miles an hour here. Interesting point when watching Middelburg is his style. It's not the exaggerated off-the-seat style that is now generally adopted. It's more of the original Italian style of the 50s. Right, watch the knees come out. You see them almost scrape the ground. Some of them actually have football studs in their leathers on the knee to scrape along the ground and warn them when they're touching it and not wear out the leather on the knees of their trousers. Middelburg, 4th position, and he sees ahead of him the battle for the lead, and the battle for the lead comes into the heat haze and out of it, and it's Mamola leading. Mamola has got ahead of his fellow countryman Kenny Roberts. Cork Ballington is down to 3rd position. Jack Middelburg on the left is closing up. Suzuki leads, Yamaha second. Yamaha leads because Roberts goes through. The Honda, ridden by Freddie Spencer, is in 6th position. In 5th position is the Frenchman Bernard Foe. And Randy Mamola still has time to take his hand off the handlebars and look round to see where Kenny Roberts is. And he must have got quite a shock because there was Roberts eyeballing in from just over his left shoulder. I reckon this means that he's basically pacing himself. He's trying to slow the race, if anything, rather than go along and sort of go Mad Hatters to do the fastest lap. At this stage, I think they're very much considering the performance of the tyres, the question that it's a very hot day and that they need to finish. Roberts across the line, Mamola, Cork Ballington, and it's now breaking up slightly into 2 groups, but not for very long, I think, because Ballington closes right up on Mamola. Mamola is right with number 1, Kenny Roberts, the race leader, and Jack Middelburg is right behind them. 1st, 2nd, 3rd, 4th. Foe is still in 5th position, and Freddie Spencer, riding magnificently, having got that Honda going at the beginning of the race, seemingly without any problems, is still in 6th position. And Lucinelli is now only 7.5 seconds ahead of the leaders. And I remind you, 7.5 seconds in time, but nearly a full lap in distance. Into the Hanger Straight on lap 10 out of 28. 1st, 2nd, 3rd, 4th together. On the left, Roberts. And Cork Ballington is now up into 2nd position. And Roberts is in the lead. Middelburg is right up alongside Mamola and momentarily had 3rd position. Of course, Middelburg could be the fly in the ointment here, because he is the one who has nothing to lose but everything to gain, perhaps even a works ride next year. Kenny Roberts, number 1 because he is world champion, not just in 1980, but in 1979 and 1978 as well. Acknowledging that he has little chance of winning the World Championship. At least he acknowledged before the race that that was in a situation where he, like me, could not envisage Marco Lucinelli not finishing in the points, and Lucinelli is showing no sign of that at the moment. Roberts leads, Mamola number 3, second. Middelburg is up to 3rd, number 11, and Cork Ballington is down to 4th. There
is Lucinelli. Now let's look back. There, it's only that short bit of track distance and time that separates Marco Lucinelli, the World Championship leader, from being last. I think this is, in fact, a great compliment to Lucinelli. To have gone through that situation and still kept his cool is very, very important. Normally, the sort of Italian temperament might have come forth and he would have sort of thrown it up the road. This shows that he's riding with his head. Well, somebody who isn't riding at all now, unfortunately, is Freddie Spencer. After all the complimentary and well-deserved things I said about him, he has just ridden out of the race at Woodcote and is forlornly pushing his machine into the pits. Freddie Spencer pushing his machine into the pits, the four-stroke Honda, the only four-stroke in the race, and it is out of it. I just hope, however, that this doesn't discourage Honda too much, that they can continue to persevere with it, because it's good to see them back in racing and it's good to see them trying to break in with a four-stroke. On all this lot are two strokes, of course. Roberts leading. Mamola leads. Sorry, optical illusion, as they come into the right-hander at Woodcote all together. It's anybody's lead for a moment, but it's Roberts down, Middleburg second, Mamola third, and Court Ballington right with them in fourth place. I cast my mind back to that marvellous scrap for the lead that we had in 1979, Sheen against Roberts, with Will Hartog, who is now retired there as well. I think this is even better, and the vast crowd that you can see all around the circuit is enjoying every second of it. But of course, when you get the racing as close as this, with each rider trying to steal the other's corner, you're in fact slowing the race slightly. And you notice that they're lapping in about 1:33.3 at the moment, as against the fastest lap in practice of 1:30.4. But this is only natural because of this closeness and this, shall we say, stealing of the corners which is taking place. Well, you see the first four together. In fifth position is Frenchman Bernard Faux on a Suzuki, number 10. In sixth position is number 16, Marc Fontaine on a Yamaha. In seventh position is Bert van Dulmen, the Dutchman. And in eighth position behind him is Stu Avant, the New Zealander, who is riding a Suzuki. And furious. You've heard from John Surtees the lap times and situations in comparison with the lap record, which is still held by Barry Sheen from 1979, 1 minute to 29.98 seconds, and that's a speed of 117.1 miles an hour. Lucinelli completes another lap, and then almost a lap ahead of him, through go Mamola, Roberts, Ballington and Middleburg, and here they come down to Copse on lap 13. And that lap was about a second a lap faster, so now perhaps Mamola is trying to make a break. Mamola said before this race began he was going to see if anybody tried to make the pace, and if they didn't, he would. He said he was going to sit and watch points, and it looks as though he may be doing just that. Randy Mamola won this race, the British Grand Prix, last year. This incredible young man, who is still only 21, who has nevertheless been racing for 9 years out of his 21. And through goes Mamola, and right behind him go Roberts, Ballington, Middleburg as quickly as that. Mamola very much a child prodigy in racing, the son of enormously enthusiastic motorcycle racing parents, the American 250 champion as long ago as 1978. He came to Europe only in 1979. He swept all before him and then joined the Suzuki Works team in 1980. And he's very much a protege of the man who's racing against him, Freddie Roberts. This is lap 13, and it's a 28-lap race. Under the bridge, in the lead, Mamola. And it looks to me, John, as though Mamola is actually starting to pull out a bit and build up some superiority. Well, again, this was another sort of half a second faster. This is another half a second faster, so I think that's the case. He's possibly going to have a few laps when he puts the pressure on and sees whether he can sort of get away. Then, if not, he'll start to slow the race again until a later stage. I think this is the sort of tactics he's going to adapt. Well, let us wait and see as they go into Beckett's again and out of the saddle and shifting his weight onto the right to keep the machine up as much as he can.
and keep the maximum tyre rubber on the ground and therefore maximise his grip goes Randy Mamola, and he now sees Marco Lucinelli in his sights. Lucinelli is lapping in 1 minute 33.7, Mamola is lapping at 1 minute 33 exactly, and that is a speed of 113.3 miles an hour, about 4 miles an hour slower than Barry Sheen's lap record, so it does look as though indeed Mamola is controlling the race from the front. Mamola leads, Roberts second, Ballington third, Middleburg fourth, Faux fifth and Fontaine sixth. But how long is it going to stay like that? Well, what a race, and it's scheduled to finish at 4:10. We should then be in nice time to take the last few overs before tea in the test. Australia 5 wickets down now. Their target, remember, 151. And rest assured we'll have the climax to a thrilling motor racing Grand Prix in Germany at approximately 4:40. That's our plan at the moment. No change. The first four are still together. And it's still Randy Mamola just leading. Number 2 is Marco Lucinelli, who is slipping back all the time. This titanic scratch for the lead of the 1981 Marlborough British Grand Prix here at Silverstone is climaxing all the time, if that's possible, and Randy Mamola rides right round the outside of Kenny Roberts, an astounding manoeuvre. If you can ride round the outside of Kenny Roberts on a corner, you can truly say you've arrived. And now Roberts fights back. Yes, その年の5月9日が予選でしたよね。はい、そうです。KR250 は快調で、京さんのドライビングでなんと予選3番手です。予選3位。さすが我ら川崎の京さん。はい。KR500 の方は5番手でした。あ、5位でしたか。そしてその翌日の10日が決勝戦でしたよね。はい。KR250 は予選3番手から、スタート失敗ですね。だけど1周目は10番手でメインスタンド通過。はい。清さんは毎週1台ずつ抜き、チェッカーフラッグを1番でくぐり抜けました。おお。いやー、まだ清さんは現役ライダーで、はい、としても十分いけますね。当時清さんは51歳ですよ。51歳、驚異的ですね。そしてここからメインイベントですね。はい。あ、そう。じゃあ全部貼ってる。年代貼ってるよみんな。はい。年代別にあれしてたからね。清さんゼッケン何倍ですか。
Ja, richtig. Jedes Motorrad hat maximal Drehzahl 16.000 Unterjungen. Und wegen besserer Verbindungen muss es auch... Aber wenn ich das mir anschaue, das ist Autoreservierung. Neben die steht auch noch eine schwerere CZ-Maschine. Was ist das? Das Motorrad, das ist von meinem Vater, das ist ein KR250 Monoblock, Baujahr 56. Fußganggetriebe. Das is een monoblok die naast hem staat, van de buurman die die naam is dankbaar. Mijn vader heißt jockeying. Ja, zo. En dat is een 250 Kubik. 250 Kubik. Und 5 Gänge. 250 cc Maschine, ook een 4 met kleine versnellingen und wie viel Widerstand das ist. Die Maschine ist uit het vroeger. Zo, danke. Ja, die Bilder, das ist eine ganze Familienangehörige. Zo, goedemiddag dames en heren. Eerst het Honda-fabrieksteam, die mannen met die groene jassen, nog wel. Daarna hebben we die Yamaha's gezien, die prachtige witte Yamaha's, ook met fantastische correct geklede monteurs van Yamaha. De Bundesregierung davon. Für die Regelung. Du hast eine sehr schöne 50 Kubik MZ aus Turbo. Wunderschöne Maschine, aber ja, nur als die Gelegenheit haben, hier in Assen zu fahren. Nee, leider niet. We hebben nur die gelegenheid dat we straks te volgen. Ja, nou, het is onmogelijk voor ons om die grens te überqueren. Ja, uit te worden. Over een toerental waarbij verteld wordt tussen de 8 en de 11 gebeurd is. En toen heb ik gedacht van, nou, dan moet dat bij ons aan. Het weekend wat eraan zit te komen, want de temperaturen gaan stijgen boven de 20, 22
denk ik dat we hier een fantastische happening te doen.
speed. マイクだ。本当これですよ。経験はないね。Ja, toch alleen over de baan. Zo was ik er nog niet hoor. Foto, das ist ein Video. Foto habe ich das ein Bild gemacht. Die Pose geht mir nicht an.
Years ago we used to tune the exhaust in Ik zie in één keer van die oude fotootjes en zo. Dat is wel weer goed.
Kiyohara has performed and holds from participation on the KR250 KR500 Akihiko Kiyohara will reach the World Dream, will reach the Yamaha. That will be the World Team in the race setup. 30 seconds. Rati Chikun. Turon Chikun. Yet Chikun. All
hij vertelt het allemaal in Japan, dames en heren. Hans, nu wordt op zijn derde man. De bedoeling was dat hij net zijn oorlog zou komen, maar misschien is het er wel even mee kan vragen. Dat is ook de oorzaak van
15, 15, Kansas City, 16 to go to the border shot in the back station. So on your block, that's cheap. また500の方もスタート失敗して、かなり後方からスタートして、まあ注意で終わりましたけども、まあ後で分かったことなんですけども、やっぱりバックアップ電源がちょっと足らんかったということで、今度は4個210円の電池を買います。そのスタートの失敗もそのバッテリーが原因だったというふうに分析されたわけですね。と思います。後でやっぱりね、もうちょっと電池いいのを買っとけばよかったないうちょっと後悔してます。やっぱりそういう大きいイベントの後にはね、たくさん反省点とか出てくるんでしょうね。はい。でこのキヨさんの横にいらっしゃるのが元ワークスライダーの宇野さんでしたよね。宇野純一郎さん。宇野純一郎さん、ありがとうございます。でこの後のイベントはどんな感じだったんでしょうかね。はい、6月の22日に、はい、川崎本社に優勝報告に出向きました。はいはい。まあ川崎の方からはもうご苦労様でしたというお言葉いただきました。やっぱりすごいお出迎えをいただいたんでしょうかね。いや、案内してくれはったのはね、2人でした。課長クラスと思います。で当然そのヘリコプターも電車も船も作ってる明石工業ですから、まあ、本社言うてもすごいですわね。その中の単車事業部ですね。で今までの、戦歴運かものすごいカッターマシンを飾ってるところで、その写真は記念写真撮っとるわけですけどね。かの有名な記念館みたいなところですね。はい。それでは最後にですね、来たる世代に渡辺さんが伝えたいメッセージなどお持ちでしたらお聞かせ願えませんでしょうか。はい。ともかく今の若い人に言いたいのは、もう何台もやればできると、ややこしいことの仕事の方がやりがいあると、もう机の上では何もできないと。ともかく静岡弁で言えばやらまいか。やらまいか。はい、もう本田宗一郎も言うてます。やらんと何も始まらない。やらんとね。やらまいか。はい。なんかこう胸に染み渡るメッセージですね。そして夢は F1 って伺ってるんですけど。いや、じゃないんです。そうなんですか。これはちょっとね、まだレベル低いです。失礼いたしました。やはり人のためになるものを作って人生終わりたいですね。人のために。例えばレントゲンとか。はい、そういう人のためになるものを作って人生って終わりたいですね。夢は人のためにですね。そうですね。はい。本日はありがとうございました。いえいえ、こちらこそ。うん。